父親が漁師やってまして、最初は漁師やる気なかったんですよ。本音を言うと、なんかのタイミングで親と一緒にちょっと海に行くようなタイミングがあってですね、自分の性格に合ってるなと。でまあ船は残る、いやそれはもう自分が継がないと誰が継ぐんだろうといろいろ考えた時に、これが17年前ですかね。人付き合いがあんまり下手なんで漁師は海に行くと一人一人みんな社長じゃないですか。自分のペースで仕事できるし、まあその分デメリットも大きいですけど、まあ収入が安定しないとかいろいろありますけど、まあ楽しいですよね。その魚とのやり取りというか、船を出して沖に出ていく楽しみというか、まあ、一番海が好きっていうのもあるんですけど、それは漁師はですね、沖の方に行って船釣りで一本釣りを深海釣りをやるんですけど、その時にまあマチ釣り、まあ、タイの仲間の魚が赤マチとかシチューマチとかキメダイとかいろいろあるんですが、魚を釣り上げる時にですね、まあ、魚が釣れたという時にそこにもサメがいるわけですよ。でサメに魚を横取りされる、道具を持っていかれる。魚を釣り上げる時にですね、このサメが反応してその魚に食いつくんですよ。今釣り上げようとしてる魚に対して。その時に丸ごと持っていく時もありますし、中には魚の頭だけ残してとか体半分だけ残して、もう商品価値が全くないような状況で上がってくると、もうそういうのがもう頻繁になりますね。粉クソです感情はクソですよすいません、ちょっと汚い言葉ででもサメとはやっぱ喧嘩できないんで、まあ何度かそのポイントで試してみて、どうしてもサメの被害があるよったら、もう自分たちはもうポイントを変えて、そこから場所を変えるしかないんですよね。で毎年すごい量の被害が出てるということで、20数年前からこのサメ駆除の授業を行っています。サメ駆除に関しては年に一度、だいたい夏場この時期にやってます。まあ、年間を上下あるんですけど100本前後、まあ、昨年に関しては88匹上がりました。種類も、イタチザメ、メジロザメを中心に、水揚げしてますね。で大きさも、まあ、大きいのは5メートル、まあ、小さいのでも1メートル2メートル3メートル2メートル3メートルあたりが大体中心になってくるのが多いんですけど、はい、もう重量も500キロ超えるのが去年上がりましたし、はい、最近ちょっと大型化してますね、上がるサメが。普通の泳ぐ時は20キロで泳いで、人食べる時が80キロで来る。触る。サメいたってよ。森ダブル持っとけばよ。しないよ。赤かお前サメのスピードお前一緒なめんねよ。サメ前にいるわ。サメでかい。でかい。あ、この船乗ったらダメば。見えん。一回も見てみて。どこ？あっち。家だ。どこ？あっち影あるだろ。サメこれしてこの焼いて4、5回5、6回ぐらいつくんです。早く血出すために。早く最初抜かないとこれ抜けなくなりますからね。もう筋力固めて膠着してから。くるくる回りますからサメは。だから一瞬ついて早くあれやらないと、また弱ったらまたあれしてまたつかないと、大きいのになるともう大変だと思いますよ。明日大きいの上がれば、これですよこれで軽かったらさらにだからパイプで重くして刺すようにしてるんですよ。主に頭この辺狙えるんですけどね、この辺狙ってから脳みそさせたら死ぬと思いますけど、簡単にはさせないと思います。もう暴れてるから。ちっちゃいのだと簡単けど大きいのになるともう本当大変ですよ。本当はサメは種類っていうのは撃滅新種もあるけど、もうサメは害虫としか見ないです。多分増えるんじゃないですかね。伝統模具の中聞いても、前はあそこにいなかったのにあの場所にもサメが見えたとか、ああいう話も聞こえるんです。でまた実際一本釣りでも何年か前までは深海にあんまり来なかったんですよ。赤町300メーターところには。最近はもう赤町食べにも来ますからね。大体赤町が300メーターぐらいのところで、浜台が300メーターぐらいのところで釣れるんですけど、
もう根こそぎですよ。できたら本当は大体効果が長くて4ヶ月ぐらいか5ヶ月ぐらい続くから半年に1回ずつやってほしいなと思うあるんですよね。森です。4年ぐらい前に一番最高の500キロ余りの取ったことありますよ。担当じゃないけど準備のために相当やっぱ慣れてないと難しい。そうですね。はい。イッタチザメとかメジロザメとかやっぱりそういう凶暴なサメはやっぱりね、もう襲う時は魚であれ人であれ獲物としか見てないはずなんで、まあ、その辺のサメを中心に一番多く取れれば水揚げで駆除できればいいかなと思ってるんですけどね。凶暴なサメはなるべく避けたいですよね。ダメですぞ。リュックちゃん、高いリュックちゃくたんぞ。サメ駆除の一日の流れとしては、道具を積み込んで餌も積み込んで沖の方に出ていきます。ポイントはもう船長さん任せで。あっちのおろそう。浮きもあってね、よしとけ。もっと面白いか。いいよ。これはもうどこのこっちのこぼす。続いて八重山地方石垣島地方与那国島地方の天気。はじめに石垣島地方は今日は東の風晴れでしょう。明日は南の風晴れ、朝から昼前は曇るでしょう。与那国島地方は今日は東の風晴れでしょう。明日は南の風晴れでしょう。今日はですね、今朝遠縄しまして、これから揚げ縄してですね、また獲物が何匹かかってるかわからないですけど、サメいくら駆除したかわからないですけど、揚げてまた入れて一晩置いて明日朝から揚げ縄に来ます。明日はですから朝早朝からですね、また揚げ縄しに来て、それで午前中一回揚げてですね、もうサメ駆除は終了です。そういうスケジュールです。サメ駆除って言ったって年に1回の間引きしてるようなもん。取ったからって全部いなくなるもんじゃない。で今こっちで取ったから、じゃあ別のところにいるサメがまた新しく何ヶ月かしたら入ってくるわけですごい縄張り意識がサメはあって、そこでまた取ったところが全部いなくなるんじゃなくて、また別のところから入ってきて自分の縄張りを作るんだっていう。だから全部いなくはならないと思う。でもこれ取ってまあ1ヶ月2ヶ月はちょっと僕らが飯食えるっていうこと、そのためにやってる。基本的に人の世というのは、みんな仕事というのは生活するために、どんな職業でもそれと現実に、大量と見返りが
ね、シェ入れして身入れがいい時にシェリに出していろんな状況が生まれてくるから、大量しても身入れが少ない場合もあるしね、市場は変動相場で動いてるもんですから、あれサメにやられた被害ですね。これあれ枝張りが切れてるでしょ。これが実際にサメが食いちぎられたということね。獲物かかっていたんですけどね、こういったものです。歯はノコギリですからね、サメ。今ヒットしてたのはこれ食いちぎられたんですね。これただ小さいものはほとんど食いちぎって枝張りから全部切っていく。もちろん釣り針は伸び込んでる場合もあるかもしれないよ、やっぱり魚釣っていろんな形で生活の糧にしてるもんですから、そこに横やり入れられるとやっぱり嫌な思いしますね。ですから駆除もしないといけないということです。